私たちは購入したハイエースを DIY でキャンピングカー仕様にしました。今回は東京から遊びに来た妹と3人で初めての車中泊。冬の北海道でスノーボードへ行きます。出発前に自宅でワックスをかけて準備しています。週末のスノーボード旅行は仕事終わりに手分けして準備をしていくので、毎回出発前にバタバタしちゃいます。忘れ物番長の私ですが、持っていくものを普段からまとめてくれているので、スノーボード道具に関しては忘れ物がないという奇跡。しゅんくんのおかげですね。私が自分で準備するお風呂道具は忘れちゃう。お風呂道具はスキンケア用品とかも多いし、普段から使うから忘れちゃうのは仕方ないよね。妹は北海道でのスノーボードが初めて。妹も仕事終わりに東京から北海道へ向かっています。ワックスもかけて準備ができたので、このためにこの場所を作ったと言っても過言ではない。このスペースにスノーボードをどんどん積んでいきます。今は冬なので冷蔵庫を積んでいないこのスペースに私たちのスノーボードブーツも積んでいきます。準備ができたので札幌駅へ妹を迎えに行きます。妹と合流して、まずは腹ごしらえをして、夜中の道が空いているうちにニセコへ向かいます。この日は雪が降っていましたが、ホワイトアウトになることなく、比較的視界は良好だったそうです。私は怖いので、ひとまず雪道は運転しないことにしています。札幌市内からニセコまでは約80キロの道のり。ホワイトアウトになりやすい中山峠を経由する道なので、皆さんも通る際は気をつけてください。ニセコに入ったら雪がいっぱい。同じ北海道でも雪が多いですね。安全運転で市内からはだいたい2時間半くらいで到着しました。夜ご飯を食べてから札幌を出発したので、ニセコの道の駅ニセコビュープラザに到着したのは夜中の3時。運転手さんお疲れ様でした。道の駅は除雪も入るので、なるべく固めて駐車します。道の駅ニセコビュープラザ、営業時間は9時から5時。冬の除雪機の音はなかなかなので、気になる方は耳栓持参をおすすめします。私は耳栓があったので快適に車中泊できました。車内の寝支度をします。ベッドに仕込んである電気毛布の電源を入れて、しゅんくんのお母さんに作っていただいた磁石を仕込んだカーテンをスライドドアに貼り付けます。運転席はカーテンをまだつけていないので簡易的ですが目隠しをして、寝るときは FF ヒーターをオフにします。おやすみなさい。道の駅ニセコビュープラザから平布スキー場までは約11キロ、車で約17分の道のりです。仮眠して8時過ぎに道の駅を出発しました。平布坂方面に駐車しようと行きましたが、とても混んでいたので他の駐車場を探すことに。朝ごはんは出発前に買ってきた24時間営業のサンドイッチ屋さんのサンドリア。つい見るといろいろ欲しくなっちゃって、ちょっと買いすぎ疑惑が。はい、どうぞ。いただきます。今回は車で寝たので車内で着替えてから行きます。日帰りスキーの場合、北海道の人は家からウェアを着ていくんだけど、全国的ではないですよね。私は最初びっくりしましたが、慣れてしまった今は着替えていくのが当たり前になりました。車内でブーツも履いちゃいます。オッケー。
この日は祝日だったので駐車場が混んでいたのですが、奇跡的なタイミングでゴンドラ下の駐車場に滑り込み成功。まずはチケットを購入します。私たちはヒラフ花園共通券を購入しました。全山共通だとディズニー料金、電子マネーや QR 決済もできます。ゲートが左にあるから左側に。ゴンドラに乗りました。うわ、結構早いよね。この日はなかなかの視界の悪さです。持ってるっていうか、とりあえず山頂まで。行きます。ゴンドラに乗った後にちょっと据えて4人乗りのこのクワッドリフトに乗り換えて上に向かってます。こんな感じ。映像で見るとめちゃくちゃ傾斜緩いね。そうなんだよね、わかんないんだよね。上に着いたら少し視界は増し、あんまり変わらないですね。この赤丸あたりまで降りてきました。山頂付近は視界が悪すぎて全然動画を回せず、最後の最後に撮った動画。なかなかに私へっぴり腰ですね。私たちの動画は全部お互いの iPhone を使って撮っているんですが、こういう時はさすがにアクションカメラが欲しくなります。ちなみに初心者の私がしゅんくんを追い撮りしようとすると、追い取れない。聞いてる？ねえ、ゆっくり行ってって言ってんじゃん。全然追い取れない。結構ゆっくりめに行ったんだ。っていう感じ。っていう感じね。この花園第一リフト目の前にある花園エッジで休憩します。クランヒラフから花園エリアに移動してきました。入り口ではエアで雪を落とせます。中に入るとさすがにせこ、雰囲気は外国。休憩している人たちも外国の方が多いですね。休憩場所は2階建てでスペースも広いです。ケーキも売ってます。私はスノーボードの時にケーキを食べたことがないんですが、皆さんは食べたくなりますかね。レストランではピザ、カレー、丼物やハンバーガー、スキー場では定番のラーメンもあります。北海道らしいメニューは2900円のカニラーメン。めっちゃ高い。しっかり休憩もしてスノーボードを楽しみました。夜ご飯はくっちゃんに移動してハンバーガー。外装もおしゃれでしょ。パティダディバーガー。営業時間は変動するので電話で確認がおすすめ。内装も可愛い感じです。空いている好きな席を選んでレジで注文、お会計を先にします。お支払いは現金か PayPay が使用できます。お水はセルフ。いつもしゅんくんは一番大きいキングダディ。いろんなメニューがあります。女性におすすめなのはアボカドとサワークリームが入ったカリフォルニア。私が今回頼んだのはアムマスタードチーズチキンにアボカドのトッピング。トッピングもいろいろで自分好みにカスタマイズできます。ポテトやオニオンリング、サラダのセットもあります。サイドメニューも充実。デザートまであります。袋ちょっと持ち上げたら。手で持ってるの。ここのハンバーガーは注文してから作ってくれるので
出来たてでパンもあったかくてお肉も柔らかい。どれくらい美味しい？どれくらいってもよくない？すごく美味しい。美味しい。幸せ？完食しました。片付けもセルフなので、ゴミを捨てて返却口に食器やカゴを返します。ゴミは中に入れてね。でここに返します。ごちそうさまでした。日帰り入浴でお世話になったのはトリフィートホテルポットニセコ。くっちゃんのマックスバリューの隣という好立地です。電話で確認したら夜中の1時まではフロントスタッフが常駐しているので、その時間までは問題なく入浴できるとのことでした。他の温泉施設が閉まってしまったのでとてもありがたかったです。入浴料は大人1人600円。お風呂は清潔感がある内風呂のみの小さめのお風呂です。フロントで精算してカードキーを受け取ります。ドア横の入り口にカードキーをかざして入ります。まっすぐ行って右に曲がって手前に男湯、奥が女湯。女湯はまたカードキーをかざして入ります。女性側は化粧水やクレンジングのアメニティ、ドライヤーもたくさんあってゆったりくつろげました。夜のうちに車中泊ができる赤井川の道の駅に移動します。約35キロ、35分の移動です。信号がないからか移動距離と速度がおかしい。今日は赤井川の駅に泊まります。濡れていた用具を車内で干していたので、寝る前に車内の片付けをします。意外に寝心地がいい床で寝袋。おはようございます。今日はとってもいい天気。赤井川の道の駅は車中泊ができるスポットです。何よりありがたかったのはトイレの水が温水なこと。北海道では文字通り身にしみるほどありがたい。冬季の営業が9時から5時、夏季営業へは5月に切り替わるようです。道の駅から移動してキロロスキー場へ。駐車場は手前の左ではなく奥の右側が駐車場です。だいたい道の駅からは20分から30分ぐらい見れば着きます。チケットを買うためにマウンテンセンターに行きます。入り口にエスカレーターがあるのはとてもありがたいです。リフトは9時からが多いですね。リフト券は4時間、6時間、1日券、連日券があり、ウェブで買うと 10% オフ。北海道民の方はさらにお安くなるみたいです。まずゴンドラ行く？視界良好だって今日。ソリやってるね。今日はとってもお天気がいいので視界良好です。このゴンドラは観光ゴンドラとして乗る方もいて、ゴンドラを降りた先には休憩所もありました。中に入ってみると席数も結構あって広々とした休憩室です。窓からの景色もなかなかいい感じ。ここは初心者でもバックカントリーを楽しめるスキー場なので、ゴンドラを降りてさらに山を登っている人たちもいました。
くの。今日は新しくできていたレストランでお昼ご飯を食べます。場所はゴンドラ横。写真はなかなか美味しそう。メニューはそれぞれポークカツカレー、赤い川トマト担々麺、特製味噌ラーメンにしました。それぞれの窓口で注文して呼び出しベルを受け取ってからお会計をします。キロロから小樽までは高難度のけなし峠がありますが、1時間弱で行けるので余裕があれば小樽観光もいいですね。札幌までは1時間半くらいで到着しました。こんな感じで2泊2日の弾丸スノーボードツアーに行ってきました。今後も北海道内の車中泊旅を配信していこうと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。次回は今回の目標金額は合計がまず車体が断熱防音が合計金額Catch me if I fall.